ちは、まるこです。今回は余った布で猫たちの首輪を作りたいなと思っています。これが今使っている首輪なんですけど、これを真似して似たような感じで手作りでできたらなと思っています。以前ちょっと蹴りぐるみ作った時にもこの布を使ったんですけども、結構まだ布がたくさん余ってるので、こういう余った布で作っていきたいと思っています。で、使う材料がこんな感じです。これが首輪の部分の布で、横幅が35センチで、縦がこちら4センチで切っています。で、こっちの白い布に関してはリボンの部分になります。これは縦が12センチで、横が6センチでカットしています。で、こっちがリボンの結ぶところですね。横が4センチと5センチでカットしてます。で、これがアジャスターのパーツですね。これはネットで買いました。で、これがリボンのところにつける鈴です。これがなんかお家に余ってました。材料はたったのこんだけなので、すごくお値段的にも安く作れると思います。アジャスター、金具が全部1センチのサイズで買ってるので、それに合わせてこの幅にしています。ここをぐるっともう一周ですね、ミシンで縫っていきたいと思います。こんな感じで一周ぐるっと縫いました。ちょっとこの辺ガタガタってなってるんですけど、これは折って見えなくなるのでまあいいかなと思っています。この本体に、各パーツをつけていきたいと思います。下から通して上から出す。で、ここの打ったところをまたここをですね、ミシンで縫っていきたいと思います。感じで縫えました。これを中に通します。こっちのメスの方ですね、メス側の方を通します。もう一回2個目につけたパーツをくぐらせます。ミシンで縫い付けたパーツにベルトみたいに下から入れて、上から出します。で、長さをこんな感じで調節して、メスのパーツを次上からですね、こう入れて、こう縫うと。はい、ということで本体の完成です。で、こんな感じでガチャッと。で、長さもここで調節ができるので、これだけでも十分可愛いかなと思うんですけど、せっかくなんでここにリボンをつけていきたいと思います。これでここを縫っていきます。
このリボンをこんな感じで巻いていくときに、途中でこの鈴をつけて、こんな感じ。これでじゃあこの端を縫っていきます。できました。でこのリボンと初めに作った首輪をくっつけていきたいと思います。ということで完成しました。かわいい。でうちは猫ちゃんが2匹いますので、同じ感じでもう1個作りたいなと思っています。ということでもう一つダッシュで作ってみました。かわいい感じにできました。嬉しい。よく見たらちょっといろいろダメなところ多いんですけど、これが第1作なんですけど、ちょっとサイズが割とちっちゃめだなっていう印象やったんで、2つ目の方はちょっと気持ち大きめになんで、長さを初めの布の長さを長めに作りました。で長すぎたってなっても、これはこの部分で長さ調節できるので、短すぎて猫ちゃんが首締まっちゃってしんどいとかなっちゃうのが一番良くないと思うので、ちょっとね長めに作るのがおすすめです。早速うちの猫ちゃんたちに塩とみりんにつけてもらいたいと思います。しおちゃん、塩マットの上に乗って、かわいいじゃん。ちょっとゆるい？ちょっとゆるそう。ちょっと待ってね。ということで今回は首輪を手作りしてみました。最近はあまりも首輪をつけさせてなかったりしたんですけども、やっぱりつけると猫たちの雰囲気も変わってすごく可愛いし、災害の時などいざ必要となった時にさっと首輪をつけられるように、日頃から首輪に慣れさせるのも大切かなと思います。家庭用ミシンがあれば誰でも簡単に作れるので、手作りの首輪とってもおすすめです。ではご視聴いただきありがとうございました。